新宿のこちらのビルにございますのは、リコーイメージングさんですね。やってきました。お邪魔します。ありがとうございます。メンテナンスの方は、645D 買いたいってどういうことを決まってなかったですか？いや、なくてそうですよね。そうですね。確かにお疲れします。ありがとうございます。いや、改めてこうやって使うとすっごいですね、映り。それになります？ OK、 わかりました。よーい。どうも大関幸喜です。本日ご紹介するカメラはペンタックス 645D。 おそらくこのチャンネルで取り上げるであろうカメラの中でラスボスと言っても過言ではない一台です。まずはこのデザイン。フィルム時代のペンタックス645シリーズを継承しているのですが、この特徴的なペンタブ左右のえぐれた形状はなんとリボルバー拳銃の回転式弾倉をモチーフとしたそうです。約4000万画素を誇るコダック製大型ローパスレス CCD センサーを搭載。70箇所に及ぶシーリングにマグネシウム合金ボディ。1984年にスーパーフィールドカメラとして登場したペンタックス645が見事デジタル化を果たした記念碑的一台ですね。いや、もうかっこいいな、かっこいいな。もう使いたくなったって方手挙げて。1234645。もういっぱいいますね。K シリーズとも操作性が共通ですし、手にしたその日から迷うことなく使えちゃいますよ。そしてこんな素晴らしいカメラを発売から10年以上経っているというのに貸し出してくれたリコーイメージングさん、大変感謝申し上げます。さて電源をオン。よいしょ。はい、こんな感じで K シリーズを使っている方からしたらよく見慣れた UI ですよね。最初は僕も中盤ということやボディの大きさからほんのちょっとだけ敷居が高く感じましたが、このメニューを開いた瞬間、もういつものペンタ機と一緒じゃないかっていう感じでね、いきなり心の距離が近くなった、そんな感じがしました。さて分かりやすく違うところといえばこの感度設定ですね。拡張感度をオンにしていても最低100から最高1600まで、通常は200から1000までということで、この当時同社からは最高51200の感度を歌うカメラも出ていたとあって、少し物足りなく感じますが、後ほど感度1600の作例お見せいたします。さあ皆さん、意外とこの 645D の書き込み速度気になっておりませんでしょうか。ネットのレビューなんかを見ていると相当遅いよ、待たされちゃうよって書かれてるもんだから、僕もすごく気になってました。ということでこちら12の3、はい
はい、ということで意外とね思ってたほどじゃないというのが率直な感想です。さてここで一つこれは嬉しいよねっていう機能がピクセルマッピング。時間経過とともに避けられないホットピクセルをセルフケアできるのはいいですね。さあお待たせしました。高感度ノイズについて、今回はノイズリダクションを弱にて使用しました。そのサンプルがこちら。はい、この2枚どちらも感度1600。あらかじめお伝えしますが、この2カットは JPEG 取って出しに対しライトルームでわずかにカラーノイズの除去だけをかけております。輝度ノイズはそのままですから拡大してご覧ください。いかがでしょうか。主観で大変恐縮ですが僕はとても好みです。一度これを知ってからは撮影中何の躊躇もなく感度1600を使うようになりました。はい、こちらもう一つのカット。通常であればなるだけノイズを減らしたいシーンですよね。どうでしょう。確かにノイズは出てます。そりゃそうです。最高感度の1600で撮ってるわけですから。ですがこうやって見ているとどこか懐かしさや味わいといったそんな演出を意図した使い方もありではないでしょうか。そうそう、一つだけ注意点。このメニューの中にシェイクリダクションの動作ってありますが、ペンタックスお得意のボディ内手ブレ補正は搭載されておりません。じゃあこれは何をシェイクしてリダクションするんだって話ですが、こちら公式サイトで645対応レンズの中にこのように SR 表記のあるものがございます。内容を詳しく見てみますと、ペンタックス初のレンズ内手ブレ補正機構 SR ということです。今のところズームレンズとマクロレンズに対応製品があるようです。ちなみに今回は SR 機構のないレンズのみで使用しました。さてお待たせいたしました。皆さん気になるファインダーにズームイン。はい、このような感じでね、広々していて本当にいいファインダーなんですよ。多少この映像からも抜けの良さ伝わるんじゃございませんか。はい、先ほどからピコピコいじっておりますのはフォーカスポイント。広大なファインダーの中央部にキュッと集まってます。AF 速度はこんな感じ。はい、ブラックアウトも意外と短いですよね。あとこれだけは言いたい。AF 精度の高さ大変素晴らしく感じました。それではレンズのご紹介。ペンタックス DFA64555mm-SDM-AW。 長めの名前だけれども防塵防滴で超音波モーターの AF。 見た目はまさに K マウント 55mm-F1.4 スターレンズにそっくり。 645D と共に出たレンズですが素晴らしい写りです。お次はこちら HD ペンタックス DFA64535mm-F3.5。 35mm 版換算にすると約 27.5mm 相当。これ HD コーティング版ということでさまざまな光線状況で使いましたが、まあゴーストフレアどうやったら出るんだろうっていうくらい本当に抜けのいい写りです。そして最後はこちらペンタックス FA64555 から 110mm の F5.6 投資。これもフルサイズ換算したら 43.5 から 86.5mm 相当のズームレンズ。このレンズ大きく見えますが 500g ということで意外と軽いんです。その分 F 値は暗いものの安定したいい描写です。さあ SD カードは嬉しいダブルスロット。今回は 128GB1 枚のみでの使用です。そして最後はバッテリー。交渉値では最高約800枚相当持ちますって。しかも多くの K シリーズと共通のバッテリーです。今回1回も交換しませんでした。それぐらいよく持ちます。こうやったらミラーアップできるんだぜとか見せたいところ、言いたいことまだまだたくさんあるんです。やっぱり中盤精査大きいからね、こうやってピースしても映っちゃいますってことでイエーイなんてやりたいんですが、やってますがこのぐらいにしておきます。ということでいかがでしたでしょうか。正直ミラーレスの軽いシステムに慣れたっていう方からすると答える重さ大きさであろうと思います。しかしそれらを全て説得してくれる写り、さらにはこうしてグッと握ればね、よーし撮るぞっていう風に気合にスイッチが入るわけです。そうなってくるとグリップの良さも相まって意外と軽く感じてくるから不思議なもんだね。カメラの中にはいつかは〇〇と言われるそんな機種がございます。紛れもなく僕の中ではこの 645D がその中の1台です。まあおいそれと買えるような価格帯ではありませんが、きっと想像以上の満足度を得られるはずです。ぜひこの後調べてみてください。本当はね、全然返したくなかった。だってそれだけすごかった。ペンタックス 645D 2010年製です。思いあふれているようですがチャンネル登録高評価よろしくお願いします。そしていつも見てくださっている皆様大変お待たせいたしました。同じことを繰り返さないように自己管理しっかりと気をつけながら努めてまいります。それから改めて今回 645D を貸してくださったリコイメージングさん、きっと本当は新製品をというところかとは思いますが、ご協力してくださったその思い、視聴者の皆さんにも伝わっていると思います。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で。